僕がオタク FM に送ったメール、今回は読まれるといいな。あ？ベルフェ、オタク FM に何か送ったの？うん、ちょっと悩みがあってさ、メール送ってみたんだ。相談メール？どんな？もっと打ち解けたい兄弟がいるんだけど、僕と共通点がなさすぎてどうしたらいいか悩んでるって。へえ、そうなんだ。お便り採用されるといいね。うん、ありがとう。ベルフェと一緒にオタク FM を聞きたいような、そうでないような、もっと打ち解けたいけど共通点がなさすぎる兄弟って多分僕だよな。一緒に聞きたい。いやでも万が一僕じゃなかったら、僕すごい自意識過剰な恥ずかしいやつじゃない？だとしたら一緒に聞かない方が。いやでも、よし、ベルフェ、もしよかったら僕と一緒にオタク FM 聞かない？寝てんのかーい！オタク FM アニメ&チルシーズン 2。 皆さんこんにちは。アニメオベイミーガチオタ三男レビアタン役の加田聡です。この番組はイケメン悪魔調教ゲームオベイミーやアニメオベイミーシーズン2の情報など、さまざまなオベイミープロジェクトの魅力をゲストと一緒に発信していく番組です。さあ、そんなオタク FM アニメ&チルシーズン2の第6回を一緒に盛り上げてくれるのはこの方です。どうぞ。皆さんこんにちは。眠り系七男ベルフェゴール役の大西聡です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうしたんですか、大西さん。いつもとちょっと感じが違う気がするんですけど。いつも私この感じで私、はい、初めて聞く一人称ですね。あれキャラ変更ですか？急に。はい、そうです。急激なキャラ変更ですけども。いいでしょ。はい、まあその感じでいくならいいんですけどね。はい、今回シーズン2に入りまして、はい、オタク FM も聞いてくれてると思うんですけども、はい、ショートドラマねからお届けすることになりましたけども、ね、そちらを演じてみられていかがでした？はい、とてもあれですね、楽しい方です。いやもう無理。僕のキャラがもうボロが一瞬で崩壊してる。頑張ったのに。頑張ってたのは認めるよ。頑張ってたら認めるけど、まだちょっとね大人になりきれへんかったかもしれない。まだちょっと子供ですね。ちょっとね大人な FM の時間は僕らにはまだ早かったかもしれない。ちょっと早かったですね。ということでいつものダブルサトシーズでお届けしていきましょうよ。いきます。はい。今回のラジオアニメオベイミーシーズン2の第6話ベルフェゴールの夢。こちらのアフレコ終了後に収録しているということなんですけども、はい、番組をお聞きの留学生の皆さんはもちろんご覧になっていただいたでしょう。どうでしたか、キロシさん。一言言おうか。はい、お疲れ様でした。はい、とてもね。お疲れ様でした、キロシ。でも楽しかったですよ、めちゃくちゃ。楽しかったですか？はい。今回ちょっとね雰囲気も違う感じの回で、はい、いつもと違ってねミュージカル風で。俺が記憶する限りでは、はい、ベルフェゴールが一番喋ってたんじゃないかなって思うんやけど。いや実はね、裏で支えてくれた村人がいるんですよ。なるほど。村人の方はね多分すごく頑張ったと思いますよ。すごく頑張ったと思います。でも人ねすごいんでね、元々がね。前回のねオタク FM に来てくださったんですけども、はい、本当にでもあれちゃう、ベルフェゴールもだって俺で収録したやんか。はい、しましたね。した時に、はい、一番最初に大西が全部撮って、はい、僕が全部撮ってそれに合わせて僕らはやらせてもらったんで、はい、だから大西ベースやったわけですよ。はい、っていうことを考えたら俺めちゃくちゃ助かったけどね。そうですか？ケロシの存在がいてよかったなって。それはよかった。僕のおかげですよ。何その急になんか棒読み感でこっち攻めてくんのやめてくれ。僕のおかげですよとか言われましたけども、普通のセリフとは違ってミュージカル調。はい、ミュージカル調でああいうことをしたのは、はい、大西さん的には初めてですか？初めてですね。なんかただ歌うだけじゃなくて、この歌詞的にねこう歌うんだみたいな。いやセリフがあって、はい、で物語があって、それに沿って進めていくわけじゃないですか。はい、歌に乗せて。そこに難しさなんかありましたか？そうですね、このセリフはちょっとかっこよくいこうかみたいなところが。
オーケーみたいな。ああいいね。ちょっと尺ろうかみたいな。尺ろうかとか考えながらやってたの？はい、教えていただきましたよ。いやいやいや、やっぱそれは歌うま族のケロシやからできたことなんかなって思うんですけども。そうですよ。じゃあ一回謙遜を覚えようか。ケロシ全部そうですよって、確かに俺はそう思って言ってるけども、いやそんなことないですよ。下手くそか。そんな下手くそか。ええわそんなんや。そんなんやええわ。素直に受け止めてくれ全部。いやほんまにそれはケロシが上手やなって思いながら僕は聞いてたんで。ありがとうございます。まあ会話劇とは違ってね、またそこの難しさもあったし、で、はい、それを聞いてる皆さんも楽しさっていうのもあったと思うんですけど、はい。ね、神回になったかどうか。神回。ね、皆さんの感想なんかも聞きたい気がしますけどね。お聞きしてますよ。お聞きしてますよ。お待ちしております。いやびっくりした。もう聞いたかと思った。誰に聞いてお前。ほんまに。はい、まあね、そんなでもセリフの中でベルヘゴールが喋ってる。はい、でミュージカルの中で喋ってる。ね、その中ベルヘゴールの主役会。ね、まだご覧になってない方はね、ぜひ見ていただきたいと思います。見てください。ぜひ。はい、楽しみにしていただければと思います。はい、何回でも見返してほしいですね。はい、いっぱい100回ぐらい。はい、大西頑張ったんでね、いっぱい見返してあげてください。いっぱい頑張ったんで、もう覚えてください。もう全部歌えるぐらい覚えてください。この歌をね、はい、僕らもなんかもう空で歌えるぐらい覚えちゃったんで。そうなんですよ。皆さんもね覚えていただければと思います。さあ、じゃあ始めていきますか。はい。はい、では番組のハッシュタグはハッシュタグオタク FM。オタク FM の綴りはアルファベットで OTAKUFM です。Twitter、Instagram、Facebook など各種 SNS から番組を聞きながらのつぶやきお待ちしております。ということでオタク FM アニメ&チルシーズン2スタートです。はい、ありがとうございます。頑張っていただきましたね。いやなんやろうな、みんなここで遊びたがる人とスッっていう人とその差が激しすぎるんですけど、ね、一番遊ぶとこですから、一番遊ぶところは他にやってほしいなと思いますけども。はい、こちらは留学生の皆さんから投稿していただいたいわゆるふつおたを紹介していくコーナーです。それでは早速紹介していきましょう。ケロスさん。はい、紹介していきましょう。どうぞ。お名前ニッキさんから。ニッキさん、はい、ありがとうございます。大西さんへの質問です、はい、あなたは素晴らしいユーモアのセンスをお持ちでいつもハッピーですね、そんな大西さんのポジティブな生き方を支えているものは何でしょうか。これ気になるね。大西ちゃんのポジティブな生き方を支えているもの、確かに気になる。何だと思いますか。聞くの？予想ですか？そうね、ケロシのポジティブな生き方を支えているもの、はい、好きなものに対しての熱量じゃないかな、はい、確かにそれあるかもしれないですね、そういったなんかその熱量すごいなって思うから、集中した時の。それでは正解聞きますか。正解間違いやったんかい。じゃあ正解聞きましょう。はい、お願いしますよ。もう何も考えないことです。どういうこと？もう何も考えないんです。もう身を委ねる。全てに、世界に身を委ねる。流れに身を委ねる。すごいな、お前想像もせんかったすごい壮大な答え返ってきたわ。めちゃくちゃポジティブやんか。ポジティブやわ。こんなことが起きているんだ。その全てに身を委ねることによって、はい、負の感情も湧かないし。そうですよ。なるほど、ストレスをためない生き方、ためないです。もうすぐ流れていくんです。うわ、確かにそれはポジティブな生き方かもしれんな。そうでしょ。そう言われたらお前そうやな。身を委ねます。なんかそんな感じがするわ。なるほど。だからこそケロシのそのポジティブな生き方というか、いつもハッピーな心っていうのが生まれてるわけですね。はい。なるほど。ちょっとなんか腑に落ちました。腑に落ちました大西像が。じゃあ見習ってください。見習いたくはないかな。それは多分ケロシが唯一なんかオンリーワンでできることやと思うで、はい、なんかなかなかそうやって生きれる人少ないから、俺にはその生き方が難しいなって思う。なんとかなるさで生きる。いや、かっこいいね。それはちょっとすごいなって思いました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ続きまして僕が紹介しましょうかね。お願いします。お名前モンセさんからいただきました。はい、アニメエキスポ2022のミート&グリートに参加した感想は？緊張しましたか？海外は初めてでしたか？アニメエキスポお疲れ様でしたというメッセージいただきました。ありがとうございます。Thank you。ケロスさん、アニメエキスポミート&グリート参加した感想はどうでした？ I'm happy。 OK、Thank you。緊張しましたか？緊張したよです。緊張してへんやろそんな感じ。言うとるかな。緊張しましたよ。緊張してました？さすがに。ドキドキしてました。まあね、たくさんの人が見に来てくださって、その方たちの前にバーって出て行った時にはちょっとね、おーってなりましたね。こんないっぱいいるんだ。そう、歓声にちょっとね、すごいっ
ってなったと同時に、こんなに応援してくれるんだっていう嬉しい気持ちとね、2つの感想がありましたけど、ありましたね。でもね幸せな時間でしたね。とてもいい時間でした。ちなみにケロスさんは海外は初めてでした？はい、初めてでしたよ。そうなんや。パスポートも取りに行って初めて。初海外はいかがでした？飛行機乗って。初海外めちゃくちゃ暮らしやすかったです。暮らしやすかった。そうです。過ごしやすかった。過ごしやすかったですね。住んではない。4日間ほど。5日ぐらい。ただこれほんまにケロシ帰ってきてからまたアメリカに戻りたいって言ってたもんな。戻りたいです。それぐらい。ね。はい。日本と違ってすごい快適な環境やったのは間違いないんで、そういった意味では楽しかったですよね。楽しかったです。もうすごい過ごしやすくて、僕も確かに戻りたいなって思うことはありますけども。はい、よかったです。ね、初飛行機はどうでしたか？じゃあ。初飛行機はもうとても長かったですね。そうね、一番の感想はそこやな。はい、ネットも使えないし。そう、飛行機の中はね Wi-Fi がね、使おうとしたら使えるんですけども、そういう契約をしないとまたいけないという形やったので、なかなか使えることもできなくて、でも僕大西くんのその後ろにおったやんか。いましたね。行きの飛行機、ずっとケロシの方見てたのよ。時々ね見てたら椅子の後ろでずっとなんか違うゲームやってんねん、見るたびに。だから飛行機の中の機能は満喫してたんじゃないかと思うんだけど。満喫はしてましたね。存分に飛行機も楽しんでたんかなと思いますけど。いろんなパズルゲームがね、飛行機にあって。めちゃくちゃやってんなこいつって思いながら後ろから見てましたけど。それぐらいしかなくて。まあ。じゃあ加田さんは楽しめましたか？いや、それは楽しめましたから、楽しめたよ。楽しめたっていうのもあるし、やっぱパネルもそうやし、コスプレミーも MC やった立場が、そうです。っていうのもあったから、みんなよりドキドキしたよね。きっと。そうでしょうね。やっぱり俺が進行して、で通訳していただいて、で皆さんとコミュニケーションを取っていくじゃない。でそうなった時にいつもの TBH の感じでは絶対やってはいけないから、なんやろ、早口でもあかんし、みんなに振りまくってもあかんし、突っ込みまくってもあかんっていうことから、なんやろ、翼をもぎ取られたような形でちょっとお利口さんしてました。始めるんかって思ってたんやけど、実際始まってみたらすごい見てくださってる皆さんがあったかくて、で反応もすごく良くて、僕たちの言ってることに一言一言に笑顔になってくれたりとかしたから、なんか最初に不安やった気持ちがいつの間にか消えて、なんかだからやりやすかった。だから見てくださってる皆さんが目の前にいるってこんなに幸せなことなんやなっていうのをね、めちゃくちゃ感じましたね。幸せでした。幸せでした。幸せでした。はい。って感じでしたね。よかったですね。初海外、初飛行機、でそしてもちろんアニメエキスポ2022に、参加させていただいて、全ての体験がね幸せなもので楽しかったな。楽しかったです。ね、また皆さんとお会いできる日を楽しみにしてますと、いうことですよね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もう一ついきますか。もう一ついきましょう。はい、よろしい。続きましてサナさんから。サナさん、ありがとうございます。大西さんへの質問です。あなたが今まで見た中で最も奇妙な夢は何ですか？奇妙な夢。なんやろ。それではお教えいたしましょう。教えてください。僕の最も奇妙な夢は、ダダン歯がすべて抜け落ちる夢です。奇妙。いや、てか怖いわ。すごいホラー。ご飯食べてたら急に歯がポロポロポロ。最悪のタイミング。最悪のタイミング。ご飯食べたら急になんかボリボリ言うなみたいな。食べてもうてるやんか。ボリ歯が抜けてったっていう。いや、今抜けてる。歯が抜けた時の発声やったけど、ほんま。歯が抜ける夢、めっちゃ怖いな。怖いでしょ。恐怖心があるんじゃない？しかもね、その夢たまに見るんです。それは多分自分の中の何かしらあるんですかね。あるんやろうな。もしかしたら歯が全部抜けてしまうかもしれないという。後で調べてみよう。夢占いした方がいいよ。夢占いしてみます。確かにそれはちょっと奇妙でちょっと怖い夢ですね。怖かったです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、このコーナーでは留学生の皆さんから番組を聞いた感想やアニメを見た感想、ゲストへのメッセージや質問を大募集しています。Twitter、Instagram、Facebook など各 SNS からハッシュタグオタク FM テレミーをつけて投稿してください。テレミーの綴りはアルファベットで TELLME です。以上、テレミーでした。テレミおい、かっこええやないかい。かっこいい感じいきましたね。いいでしょう。低い声でいきますか？いきますか？
いや、やめていきましょう多分無理ですはい、こちらは留学生の皆さんにおベイビーならではのあるあるや失敗談などを報告してもらう新コーナーです。はい、それでは早速紹介していきましょう。はい、ケロシどうぞ。はい、それではいきます。はい、お名前土方夏さんから。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、夫と一緒に映画館に行った時、着席して映画が始まる前にバイトを始めなきゃとおべいみを開いた瞬間にサタンのタイトルコールが鳴り響き絶望したこと。開演前の静かな会場に鳴り響いてました1年前以上なのですが未だに夫にいじられ続けますということです。これは厳しいな。これはなっちゃいましたね。映画館っていうところもまたミソやね。ミソですね。映画館でタイトルコールが鳴り響いたとなかなか響き渡りますいやこれはね結構皆さん経験があるかもしれないですね、もしかしたらね。はい、じゃあ続いて私いきますか。はい、お名前ヘンリーさんからいただきました。はい、友達がサタンが好きで私はレビが好きなんですが、授業中に2人でサタンとレビアタンが好きみたいな話をしていてみんなが聞いていたので、きっと私たちが実際の悪魔を好きだと思って新しい噂になっているんだと思いますと。なるほど。なるほどですね。実際にいる方ですね。多分授業中に多分俺とケロシが喋ってて、はい、いや俺さめちゃくちゃサタン好きやねんな。サタンが好きやね。ケロシ何が好き？僕ねベルフェゴールが好きなんですよ。ベルフェゴールか、はい、いいよねっていう感じで捉えられたよな。もしかしてあの子たち悪魔が好きなの？まさかっていう風な感じの噂になっているということなんですね。なるほどですね。続きましてケロシ紹介しますか。はい、続きまして、はい、塩レモン味の遠藤さんからです。ありがとうございます。喉から手が出るほど欲しい UR が無料単発で出て、おっしゃー今日の私最高と叫んだところで夢から覚めました。寝起きでゲームを起動しカード帳を見ましたが UR はありませんでした。血の涙が出ました。いやもう重いな辛かったんやな。塩レモン味の遠藤さん辛かったやな。辛かったですね。いやでもほんまに夢で見るぐらいに欲しい、欲しかったんですよ。 UR が無料単発で出て、うっしゃーですよ。でそこで夢から覚めると。これは辛いこれは辛い。そんだけ欲しいっていうことやからね。で欲しくて手に入れるところまでで夢を見てしまって、それはもう見なければよかったと思いました。いっそのことをこんな苦しい思いをするならば夢すら見なかったらよかったのにっていう気持ちになったかもしれませんけど、なかなか厳しい夢を見られたということで辛いですね。ゲットできたんですかね、その後は。どうでしょうね。ゲットできていることを願っております。はい、じゃあ続きまして紹介しましょうかね。はい、お名前エッグさんからいただきました。ありがとうございます。初めて通知が来たのは寝ている夜中の2時で音量はマックスでした。突然マモンの声が頭のすぐ横で鳴ったのですが、まだ慣れていなかったので誰かが寝室に来たと思い目を覚まして侵入者を殴ろうと空に向かって拳を振り上げてしまいましたと。あらら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 らうりゃって勢いよく言ったんでしょうね。ちょっとこれ面白いですね。面白いですね。確かに自分が全然意識してない時に人の声聞こえたらびっくりするよね。不意にね、来ますから。しかもどんな通知が鳴ったんですかね、これ。どういうのが鳴ったんですかね。バイトが終わったんですかね。バイト終わったやつですかね。急にバイト終わったぞって頑張ってってなりますよ。おいってかかって、それ怖いな。確かに怖いな。いやでも俺普段から、ラジオをつけっぱなしにして寝るのよ。寝るから、だからその印象っていうかこのびっくりの仕方はないかもしれんけど、確かに静かにして、その中で寝るのが好きな人やったらちょっとドキドキするよね。ビクってなりますね。ビクってなる。ケロシはちなみに寝る時は何かかけたりしてんの？僕はなんか知らない間にもう寝ちゃってるので、なんかだいたいなんかかかってますね。なんか見ながら寝てたりする。なるほど。まあ見てるつもりなんやろな。見てるつもりが寝落ちしてるということなので何かはかかってると。何かかかってます。なんかケロシらしいわ。
っていう感じはしますけども、はい、ということで皆さんからのあるあるをね送っていただいて紹介したいと思います。はい、Twitter、Instagram、Facebook など各 SNS からハッシュタグオタク FM ティーチミーをつけて皆さんのあるある投稿してください。ティーチミーの綴りはアルファベットで TEACHME です。以上 Teach me でした。動きもつけてねこれ表現してくれてますからそれをお届けできないのが残念ですけどもはい、それではここで一曲お聴きいただきましょう。お兄ちゃん曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。ベルフェゴールでドリームスケープ。ねえ僕らの話をしようよ。眠い目くすってさ、疲れたらたまには僕とゆったり昼寝でもすればいいよ。別にこれくらい普通でしょってスラスラ言えてた言葉たちもあんたの前ではうまく言えないな。なんか胸がキュッとするんだ。どんべどんなく溢れる会いたい気持ち、なんでだろうなまたわかんないな。明日も明後日もその先も僕はずっと待ち続けるだろうな。ララララナナ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  Yeah, yeah ねえどうせ暇なんでしょ、買い物付き合ってよとか前までは言ってたっけな。カメラってめんどくさいな。おかえりとかおやすみみたいなセリフが言いたくて言えなくてもどかしくて頭ん中ぐっちゃぐっちゃ。やっと口にした言葉はじゃあね。どんべどんなく溢れる会いたい気持ち、なんでだろうなまたわかんないな。明日も明後日もその先も僕はずっと待ち続けるだろうな。好きってなんだろう、愛ってなんだろう、考えちゃうけど僕にはまだつかめないかも。ほらあったかくてちょっと寂しいこの気持ちが全てなんだいいでしょう。眠気も飛んじゃうよ。どんべどんなく溢れる会いたい気持ち、なんでだろうなまたわかんないな。明日も明後日もその先も僕はずっと待ち続けるよ。どんべどんなく溢れる会いたい気持ち、なんでだろうなまたわかんないな。僕のわがままを聞いておくれよ。会いに来てよでいいでしょう。新しく始まるイベントのことあんたにだけこっそり教えてあげる。まずはナイトメア。カードは未来を知っている？マモンと殿下は動くレアなやつらしいよ。期待してていいかもね。それからもう一つ、抜き打ちテスト。いたずらホラーナイト。今度は殿下たちも仮装するんだって。そうそう、シメオン、あんたとホラーパレードに行くらしいね。抜け駆け禁止警察でーすなんてね、レビーの真似。
原型ないでよろしい手がすごい原型がない原型がほんまに、こちらはオタク FM ゲスト陣からのこんなシチュエーションの話が見てみたいというリクエストをもとにオリジナルストーリーを制作し、ゲストと僕が読み合わせなしの即興劇として演じるまた帰ってきた即興嘆きの館劇場というコーナーです。はい、はい、もしかしたら伝わってないかもしれないからね。そうですよそう何度でもねお前が言うたんやびっくりするわ僕が言って僕の言い方だからって分かるかなと思って言ったんやほんま前回のオタク FM アニメ&チルでは留学生の皆さんからアイデアをいただいていましたが、今回のシーズン2ではゲストのリクエストをもとにお話を作ってみようと趣向を変えてみました、はい、そして今回は大日ちゃんの要望を踏まえてシナリオが作成されたわけですけども、はい、その仕上がりはどうですか？完璧だね。いやすごい聞き覚えのあるモノマネすんでやめてくれへんかな完璧だね。おいおいおいって感じでやめなさいほんま完璧ですか？完璧ですよ。じゃあもう自分が想像した通りの、はい、もう想像した通りのものがねここにありますから、僕たちの目の前に。じゃあ楽しみですね。そうですよ。それが2人で演じるとどうなっていくのか、どうなっちゃうのか、はい、非常に楽しみでございますけど、じゃあ始めていきますか、早速。はい、それではやっていきましょう。はい、ではタイトル2人で言いましょう。今回のタイトルはこちら、ベルフェゴール気象大作戦。ベルフェってば、なあ起きろよ。起きてるよ。こうやって目も開いてるしバッチリだよ。いや開いてないじゃんね。そんなことないよ。ほら今目が合ってるでしょ。どこが？枕抱えて完全に寝てるよね。何言ってんの。ほら歯も磨いて服も着替えてるじゃんね。ダメだ、今日は起きない日だ。ベルフェのやつ、僕たちに起こされすぎて脳が進化したのか、最近寝ながら会話できるようにアップデしちゃってんだよね。はあ、これが出る日は特に起きないんだよな。なんか言った。今日は絶対に起きろよ。前回の当番の時はお前が起きなかったから僕まで遅刻する羽目になってルシファーに死ぬほど怒られたんだからさ。だからもう起きてるってば。ほら部屋出たよ。急げ、遅刻って言いながらベッドの上で微動だにしてないし、もう仕方ない。用意したベルフェ気象用アイテムを使うか。まずはあった電気ビリビリ棒。その前に、この手かせと足かせで逃げないようにして。あれ、ベッドにいない。起きた？だから起きてるってば。あ、この声は上からって天井に張り付いて寝てる。寝ながら電気ビリビリ棒の気配を感じ取って逃げたのか。何度も言うけど起きてるんだからビリビリ棒はやめてよね。起きてないからやるんだろ。天井まで届くかなビリビリ棒。動いた。しかも警戒してか体はこっちを向いている。完全にホラー映画の動きじゃん。レビーもうとっくに起きてるんだからさ、そういうのはやめようよ。やめようよって、これだけ会話してるともう起きてる感じがするけど、目も閉じてるしよだれも出てるし、しっかり寝てるんだよな。レビー、さっきから何寝言みたいなこと言ってんの？大丈夫？いや、ずっと寝言言ってるのはそっちでしょ。ベルフェ、そんなとこで寝るよりベッドで寝た方が気持ちいいよ。降りておいでよ。だって降りたらビリビリ棒使うでしょ。そうしたら起きちゃうじゃん。今起きちゃうって言ったってことはやっぱ寝てるじゃん。寝たふりしてごまかした。寝てるのに？起きてるよ。だから僕は一体誰と話してるんだよ。僕だよ、ベルフェゴールだよ。いや、寝言でしょ。起きたら覚えてないわけでしょ。何言ってんのレビー。変だよ。大丈夫？そうか、きっとあんまり寝てないんだね。だからおかしいんだ。思い切って二度寝しちゃいなよ。僕が寝るの？付き合ってあげるからさ。ありがとう。いや、そんな誘いに乗るわけないじゃん。もう仕方ない。これだな。何それ？ロケットランチャーだよ。
これで落としてから電気ビリビリ棒で起こすね。ちょっとやめてよ、部屋でロケットランチャー使うの。だいたいそんなのどこで手に入れたの？これは確かこの間バルバトスとのネズミ退治で使ったのを借りたんだよ。あれ合ってるよね。そんなの部屋でぶっ放すなよ。いや、今日は絶対に遅刻するわけにいかないんだ。起きてもらうからね。行くよ。くそ、回避だと？目は閉じてるはず。レビ正気なの？部屋がぐちゃぐちゃだよ。うるさい、早く起きろ。壁に穴開いてるよ。起きないのが悪いんだって。この部屋はベールの部屋でもあるんだから。じゃあ後で謝って起きな。ロックオンいけー。よーし、落ちた。これで電気ビリビリ棒を当てれば効かないだと？起きろベルフェ。あ、目覚まし時計どこで鳴ってるんだ？ちょっと待って、なんか変だぞ。この目覚まし時計の音、僕の目覚ましの音じゃない？そもそもどこにも目覚まし時計なんてないじゃん。ああ、そうだねレビ。目覚まし時計はきっと外だよ。外？この世界の外。そろそろ起きた方がいいんじゃない？どういうこと？レビー、起きてよ。レビーってば。せっかく僕が起きてるのになんでレビーが起きないの？外の世界って寝言まで言って。そっか、昨日のアニメイベントではしゃぎすぎて疲れてるんだね。よし、僕を起こすはずのレビーが起きなかったってことで僕も二度寝しよう。おやすみレビー。はい、ということでお聞きいただきましたがいかがでしたでしょうか？いかがでしたか？はい、なかなか壮大な物語でございましたね。壮大でしたよ。ケロシはちなみに、はい、どういう感じのリクエストやったんですか？このリクエストはですね、いつもベルフェが寝てるじゃないですか。そうね、なのでそれは普通だと思って、実は寝てるのはベルフェじゃなくてレビーでしたっていう。ああ、なるほどなるほど。オチの部分をねリクエストしました。オチの部分をリクエストしたんや。いつも起こされる側でなんか寝相とか寝言とかそんな風な感じのストーリーはあったけども実は違うと。レビが寝てる実際寝てるのはレビ。ちょっと新しいですね。新しいでしょう。なかなか面白いパターンでございましたけど、ケロシさん的にどうでしたか？出来はもう大満足やということでしたけども。ブラボー。誰にやねん誰にやねんいや、とても面白い物語でございましたけども、他の兄弟そしてサイドキャラクターの皆さんがねどんな物語をリクエストしてどんな物語が飛び出してくるのか、今後楽しみにしていただきたいと思います。以上、また帰ってきた即興なぎきの館劇場でした。はい、ポーズが決まってるんでね、そちらを見ていただきたい。さてお送りしてきましたオタク FM アニメ&チルシーズン2ですが、そろそろお別れのお時間です。お兄ちゃんいかがでしたか？楽しい時間はあっという間ですね。そうですね。はい。楽しかったですか？楽しかったです。そう泣くほど名残が惜しいと。はい。もっともっと喋っていたかったと。もっと喋っていたかった。もういいですよ、喋ってもらってどうぞ。ありがとうございました。終わった。
名残惜しさ全然感じ一言で締められちゃいましたけども、オタク FM、はい、レビアタン先生のオタク FM もそうやし、アニメ&チルもそうやけど、今回シーズン2じゃないですか。シーズン2多分俺一番、はい、俺からの呼び名がかかってんのケロシだと思うねん。そうですよね。そうやね。最初やっぱ大西やったやんか、大西くんって言ってて、でそれで大西ちゃんに変わって、でそっからダブルサトシーズのサトシになって、で今ケロシって呼んでるやんかで俺今回の番組の中で大西ちゃんって呼ぶつもりで来たのよ。やっぱオタク FM では大西ちゃんやから、俺の中でで呼ぶつもりで来たのに、そっぱなケロシって呼んだせいでもう全てが崩れていってそうで取り戻そうと思ってて中で大西って呼んだり大西ちゃんって呼んだりケロシって呼んだりとかそう不意にね出てくるものが多すぎてすごいふわふわした感じになってしまいましたけども、はい、でこれだけね、距離が縮まったっていうことですから、縮まったおかげでいろんなあだ名ができました。はい、どれで呼ぶのかどれで固定するのかって難しいですけども、好きな呼び方でどうぞ。ありがとうございます。それだけ仲が良くなったということですね。でもケロシからしたら俺カダさんとしか呼ばれてないけど。カダッチ。いや急にけど懐かしい、なんか学生時代に呼ばれた感じのあだ名やカダッチ全然いいけど、はい、全然嬉しいですけどもね距離の近くなってやっていきたいと思います。はい、次回のオタク FM ですけども、はい、ベルゼブブ役の矢口恭平さんが遊びに来てくれます。わあ、ね、楽しみね。恭平さんがどんな感じで来てくれるのかってまた楽しみですけども楽しみですね。はい、ちなみに次回のアニメ第7話は、はい、キャスト陣によるオーディオコメンタリー会となっておりますと。オーディオコメンタリー、はい、お楽しみに。楽しみに。シーズン1の時もオーディオコメンタリーさせていただいて、でその時はね2組に分けたよね、確かね。前半組後半組っていう形で分けて、前半組が俺とケロシと恭平さんやった。で今回はどんな感じになるんでしょうね。どうなんですかね。ちょっと楽しみですよね。僕らだけなのかサイドキャラクターの皆さんもいらっしゃるのかっていうところでも気になるところですけども、そういったところもね楽しみにしていただければと思いますと。はい、もしかしたら俺らじゃなくて、はい、サイドキャラクターだけっていう可能性もあるんちゃう。もう知らない間にもう終わってた、そんな可能性もあります、なきにしもあらずなんで、はい、どんな感じなのか楽しみにしたいと思います。はい、はい、ということで最後に何か言い残したことはありますか。言い残したことは、ありがとうございました。さっきと一緒やね丸々リピートされましたけどもとにかく聞いてくださった皆さん、応援してくださってる皆さんに、ありがとうございましたということですね。いっぱいです。はい、ということでオタク FM アニメ&チルシーズン2、ここまでのお相手はレビアタン役の加田聡とベルフェゴール役の大西聡でした。バイバイ。これはさすがに長すぎるやろ。動画を見てくれてありがとう。もっと俺たちのことが知りたくなったらアクゾン VIP メンバーシップをチェックしろよ。オタク FM やオベイミーボーイズ関連の未公開シーンなどなど VIP メンバーだけのコンテンツで魔界のオタ活がさらにはかどる。アニメシリーズを誰よりも早く見られるのも VIP メンバーの特権だぞ。他にもゲームが快適に遊べる特典がいっぱい。アプリインストール方法やアクゾン VIP メンバーシップの詳細は概要欄を見てほしい。イケメン悪魔調教ゲームオベイミー、これからもよろしくね。